脱毛クリニックですからね、あそこ。どこがおすすめやねん。やらせですね、これはね。アクセルでって。どこいいですか？皆さんこんにちは、幸子です。こんにちは、美肌王子ことのび太社長です。幸子とのび太社長の美容の裏チャンネルへようこそ。イエーイ。このチャンネルは美容医療の闇や裏情報を皆さんにお届けするチャンネルです。今回のテーマはおすすめクリニックのランキングにまつわる裏情報をお届けします。おすすめクリニックランキング裏裏です。これは闇が深いですよ。闇深いですよね。おすすめでクリニックに行く人って、はい本当になんかちゃんと調べてないなってずっと思ってて、はい、こんなんで行く人いるのかなと思うんですけど、間違って行っちゃうって結構あるんですよね。ありますよね。今日この辺りで突っ込んでいこうかな、はい、もし視聴者の皆さんでおすすめクリニックランキングを見てクリニック選んじゃったっていう方がいらっしゃいましたら、その時ほどコメントにください。ランキングのページを見て、お二人の所感を。ほぼ嘘ですね。やらせですね、これはね。やらせですね、完全に。1位は誰ですか1位がここに書いてあるのはクリニックって書いてあるんですけど、ニキビ治療でクリニックなんて知名度ほぼないですよね。脱毛クリニックですからね、あそこ。そうですよね。どこがおすすめやねん。おすすめの根拠聞きたいぐらい。 2つ目のサイトが良かったらそっちも見てもらってはい、こっちは外科系ですけど 180% ぐらいおすすめされてないクリニックばっかりですね。大体 T 一番上に来てるってことでそうですね。信憑性ゼロ。全然ないですね。は美容医療にある程度関心があったらすぐ分かるような。そもそもだとおすすめの全てのクリニックが全国展開してるチェーンクリニックなんですよね。い。はい。チェーンクリニックが載ってるのって全国からこの記事を見た時にいろんなクリニックに行けるためにやっていて、東京の1院しかやってない個人院とか大阪で1院しかやってない個人院とかは絶対ここに掲載してできないんですよ、なぜかっていうと北海道でやりたいって人がいても集客できないんで、はい、そうすると見たとしても行けない人が増えちゃうので、行けるところが多いチェーンクリニックばっかりがまず掲載するっていうのがこのおすすめの最初のポイントですね。なんでこういうのが生まれてくるんですか？これアフィリエイトっていう広告になってまして、ここのおすすめサイトからこのクリニックにカウンセリングに行くよってやると、このアフィリエイトの記事を書いた人のところに実際カウンセリングの問い合わせが行くだけで1件うん万円みたいな感じで広告費が入るようになります。最も問い合わせが入りやすいようなところをここに掲載するんですけど、もう片方で1件うん万円もかかるので広告費がかけられる法人に限られる。だから店舗展開のクリニックがたくさん載ってるっていう、そんな構図ですね。本当にうん万円ですか？うん万円。全員。うん万円。うん万円。うん万円。例えばクリニックが負担するのだと、2人だと3万円からとか、1件4万円とか、そういうのがアフィリエイトの一つの単価で、で、ここに書いてあるみたいに、施術代が例えば T シャツだと1件5000円とか書いてあるんですけど、これだと来てもらっても割りが合わないじゃないですか。だから必ずアップセル前提になってて、カウンセリングに行くと片目だけの料金で両方だといくらとか、そういう設定がされてるっていうことですね。このサイトを作った人にお金が流れてる。そう、サイトを作った人にお金が流れてくる。一件何万円もするお金ってどこから出てるんですか？クリニック側が負担してるお金ですね。クリニックはこうリスティング広告とか SNS 広告とか、そういう広告から入ってくる以外にも、このアフィリエイトから集客をしてるっていうことで、1件うん万円でお金が入ってます。皆さんそれを信じてうん行くところが多いですよね。ちなみにこのランキングの順番もあって、一番上とかが一番来るんですよね。そうですよね。そう。なんで一番上が単価が高かったりとか、いろんな全国院があって、数多く集客しても、法人もお金払えてっていうところが一番になりやすいですね。さっき言った東京だけで3院とか5院のところが一番取ってるってことはほぼないはず。この仕組みを知ってる人からすれば、おすすめランキングじゃなくて、広告費どれだけかけてるかランキング。あ、そううまい。うまい。それうまい。こういうランキングを調べちゃって参考にしてる人って美容初心者層だと思うんですけど、その方たちはどう調べたら自分に合ったクリニックに行けると思いますか？複合的に見て決めるのが一番いいですよね。そうですね。今回出したサイト以外だったら信用できるランキングなんかあるんですかね？信用できるランキングは私はないです。ないですよ。ないですよね。ネットに載ってる情報をいくつかを重ねていけば、症例写真とかも加えて見ていけば信用できるんだけど、このランキングサイトとかリスティング広告を PR したい側の都合で作られてるものなので、そこだけ切り取ると信用できないんじゃないかなと思いますかね。出し方もすごいよね。1件2重が5000円とかそうですね。書いてあったりとか、どう考えても2重でカウンセリングに行ったけど3万円とかかかるのに、5000円ってことは 100% アップセルしないといけないとか、そもそもで言うとこれ問い合わせで1件
3万円とかの金額なんで、全員が LINE するわけじゃない。はい。で、さらに LINE するのは全員が契約するわけじゃないんで、1件の契約の獲得って本当に5、6万とか少なくともかかるんですよね。新規の契約に対して広告率って大体3割ぐらいは収めてするんで、最低でも契約に至るまでに6万円とかの名前かかってる3倍以上売らないと広告費合わないやつなんで、この金額でできるわけない。100%できる。カウンセラーが大変。アップセルしなきゃいけないし。しなきゃいけない。アップセルしていくっていうのが前提ですよね。うん。一番最初の初期研修で脱毛に対しては広告がいくら、二重に関しては広告がいくらっていう広告費を言われて、もちろん採用費とかもそうなんですけど、一人離職するととか、一人いくらになるとみたいな教育をされるんですよ。このぐらい売り上げないとダメだぞとそうですいう教育をね、されるわけですよね。そういう教育をしてました、私も。とんでもない暴露来た。ランキングサイト自体も上位表示させるのにアフィリエイターもお金使ってるんで、しょうがないんだよね、構図的に。アフィリエイトだけで生計立ててる人いますもんね。いますよ。元アフィリエイターが会社の社長になって、で、クリニックを経営してるってパターンもあります。どこ国ですか？元アフィリエイター。そうなんですか？そうです。へー。オーナーは別にいいんですよね。雇われ社長がアフィリエイターですね。大手だからこそ広告かけて効果も出てって感じですね。個人とかだとその競争には乗っかれない。広告費が払えないっていうのと、さっきも言ったように全国的に問い合わせが取れるので、物理的に通えないところにあると問い合わせが取れないので、アフィリエイターも稼げないし、クリニックも集客にならないので、だからチェーンクリニックじゃないとみんなアフィリエイトやらないです。どうやってクリニックを選んだらいいか教えてください。クリニックを見るときにおすすめだけ見るんじゃなくて、クリニックの口コミもそうですし、症例を見るとか先生の経歴を見るっていうのは絶対大事。ここはもう外しちゃいけないですよね。はい。私は必ず契約する前にクリニックに行って確認しますね。カウンセリングだけできる。そうです、そうです。ドクターが術式をちゃんと分かっているかとか、本当に脱毛でもちゃんと分かっているかとか、そういうところとかで判断して、じゃないと契約しないですね。カウンセラーとかドクターに出ますからね。そうですね。完全に。はい。おすすめランキングに載ってるからって言って言っちゃいけないわけじゃないけども、おすすめランキングの上位にあるのは大体だから、もうおすすめなんかいなっていう。そうですね。おすすめクリニックランキングに載ってるクリニックは全然おすすめじゃなくて、広告を払ってる順番のランキングだ。皆さんくれぐれもおすすめクリニックランキングだけを鵜呑みにしてクリニックに行くのはやめてください。お気に入りの先生がいるのはね、ちょっと別ですけど、基本的には参考にならないです。この動画が少しでも参考になれば、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また皆さんがですね、おすすめランキングで行って良かったクリニック、行ってめっちゃ失敗したみたいなことがあれば、コメント欄に書き込んでください。それでは次の動画でまたお会いしましょう。またねー。実際周りにいますか？間違ったクリニック選んでいっちゃったみたいな話が。あります。情弱な人っておすすめランキングって書いてあるのをそのまま信じちゃって行っちゃう。もっと言うとおすすめランキングだけ見ていくだけじゃないけど、おすすめランキングを見ておすすめなんだって思って調べたら有名なインフルエンサーが言ってたので行きましたみたいな。ああ、そういうどっちも作られとるやんっていうところでクリニック決めちゃったっていう人は僕の周りに40代で初めてこういう人が多いですよね。さられてきた側としてアフィリエイトの人たちは絶対に広告では知らないだろうなって思っている内容を細かく書いてる人とかいるので、そういう人たちはやっぱり書かされてるなって思ったりしますね。あと実際に友達で私が勤めてたクリニックのところのアフィリエイトを今やってますとかって言われてた思いました。なるほど。結構いいバイトですよ、ありがとうございますとか言って。アフィリエイト自体別に悪いことじゃないんですよね。アフィリエイトの書き方がおすすめでここしかないとか貼り付けてる広告もアップセル前提の嘘っぱちみたいな広告ばっかなんで、中身と貼ってるものが良くないっていうのがそもそも大きな問題なんじゃないですかね。ちょっと前にドメイン貸しっていうのがあって、保険診療のクリニックのドメインの下におすすめサイトを書くっていうのがやってる会社があったんですけど、そこのランキングだと1位と10位だと問い合わせ数が100倍以上しますね。1から3に入るのすごい大事だし、1から3の枠が空いてるところを内定とかすごく強く打ってったりするんで。幸子さんが働いてたでもアフィリエイトがガンガンでしょ。ガンガンやってました。リスティングと SNS 広告だから消化できないんだよ、そのぐらいの金額だと。
例えばリスティングに1億ってネタ広告 SNS 広告に1億ってもそれ以上出してもお客さん取れないってだからフィー使うんだよ。アフィリエイトの時も撮影とかがあったりするんですよ。そういう時は可愛いナースがかっこいい看護師がついてイケメンのドクターがついて必ずやってました。体験ルポの記事ですか？そう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 。各役職ごとに広告塔がいるんですね。そう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 。最近はやっぱインフルエンサーとかも雇うのでメディアで、あっちにもやっぱあるある。あ、インフルエンサーアフィリエイトっていうのが今あって、インフルエンサーが投稿するじゃないですか。投稿すると、そこの投稿を見て行ったって人はナンパオフだよってやってる。あれはその人の名前言ってもらったら1課金で、送客したらいくらっていうのがインフルエンサーにも入る仕組みがある。だからインフルエンサーの投稿自体ももう送客で手数料取る時代になっちゃう。医療ですごい流行ってるけど、いつもおすすめって言われるのが変わるんだよね。だから絶対広告もらってるなって。そうっすよ。案件なんですね。そう案件です。スキンピーぐらいですよね、本当に使ってたの。そうですね。それ以外は本当に広告なんじゃないかと思う。インフルエンサーの投稿とか、今回のランキングとかも、実際には行ってないんだろうな、人が比較してきましたよね。そのままの読みで、さっちゃんがさっき言ったみたいな、体験ルポ型のアフィっていうのが出たんだよ。体験してくれて、投稿すれば。そうそうそう。アフィリエイトでクリニック側は体験レポだっていうのが分かるから、動画回してる時には綺麗に無料スターとかで、ピッとかやってるんだけど、撮影が回らなかった。いたかろうがなんのね。撮影モードのオンがあるんですね。そう。エミがアフィリエイトで結構大きくなったんじゃないかと思って、リスティングとかも大きかったけど、すごいアフィリエイト見てて、もそうクリニック名変わったんですよね。何ですか？名前だったと思うんですけど、その名前が変わって、庄司で変えたはずなんですけど、4年間ぐらいで40円ぐらい出してるんですよ。だけどね、脱毛アフィリエイト終わったと思ったら今度見切り跡なんで、アフィリエイトも大きな高い人なんですね。見切り跡で全くいない脱毛しかやってないっていうイメージしかないですね。アフィリエイトのさっきの見た感じだと、初回価格、前はもうちょっとまとまったんですよ。本当に3万とか5万円ぐらいのスタイルがゴロゴロあったのに、今見たら2万円台とか5000円とか。しかもこのサイトから予約を取ってくれたらクーポンに 20% ってなってます。3000円で抑えてなれるかって。そう。片目の料金ですか？片目か、1点止め片目ですよね。で両目で2倍、3点で 1.5 倍、マスにこだわってますって課金して、糸こだわってますって課金して、次にオプションなんかつけてですよね。マスができますね。高値で売ってこたけど、いくらの二重とか、いくらの馬取りでクリニックに行ったか、で実際提示された見積もりはいくらだったか、これ知りたいですね。知りたいですね。気軽に見たらコメントください。